まずは鉛筆で下書きをしていきます。右と左の両側に大きめの手前の崖を描きたいと思います。で、下に砂浜の部分を描きます。斜めに線を入れます。で、上の方は空が見えるので、上の方に空を描いて、で、この辺りにちょっと木を描きたいと思います。で、ここの崖の部分にも軽く凸凹を描いておきましょう。で、途中にも木が生えているところ、植物が生えているところを描いておきます。で、この下の部分に建物を描きましょう。ドアと小さな窓を描きます。で、手前のこの辺りにテントを描きたいと思います。三角にテントを描いて、で、テントの手前の方に傘を描いて、椅子と小さなテーブルを描いておきます。ちょっとね、奥の方に荷物なんかも描いておきましょう。これくらいにかけたら、あとはこちら海の方にちょっと海の中に出っ張ったゴツゴツっとした岩を描いておきます。こんな感じに描けたら色を塗っていきます。まずは空の部分から塗りたいと思います。で、空に雲を描きたいので、ティッシュをくしゃくしゃっと丸めて、こんな感じにして用意しておきましょう。ユニのダークフタローブルー852番でこの空の部分を塗ります。これくらいに塗れたら筆で溶かしていきましょう。筆にしっかり水を含ませて、でちょっとたっぷりめの水で溶かしたいと思います。で、木があるので木のところはちょっと避ける感じにして、手早くこんな感じに溶かします。そうしたらティッシュでちょっと雲の形になるようにでドライヤーで乾かします。ゴールドウォーカー883番でこの崖の部分を塗っていきます。左側と右側の崖と、あとはこの真ん中の部分ですね。この真ん中のところはちょっと薄めに塗りましょう。砂浜の部分も塗ってしまいます。この手前まで塗って大丈夫です。そしたら水筆を使ってこの部分を溶かしていきます。軸を押して筆先に水分をたっぷり含ませてから使いましょう。で、上の方から溶かしていきます。左右に動かしながら下までざっくり溶かします。ちょっとムラができても大丈夫です。で、筆はきれいにして乾かします。コールドグレー2832番でこちらの左側の崖をグレーで塗ります。全体にこの灰色をかけましょう。で、こちら右側の手前の崖にもグレーを塗ります。この崖の影になっているところにはブルーバイオレット837番を塗ります。紫色で影を入れます。で、こちら側はダークセピア875番で影を入れたいと思います。こ
こんな感じでかけたら筆に水をつけてこの1段ずつ溶かしていきたいと思います。隣の段をすぐ溶かしてしまうとちょっと色が混じってしまうので離れたところを溶かしていきましょう。影の段は影の段で溶かして、そしたらこちら反対側に行きます。でこちらが溶かし終わったら今度はこちらの左側に行きましょう。まだ溶かしていない部分を溶かしていきます。で反対側も同じようにまだ溶かしていない部分を水をつけて溶かします。そうしたらこの海の部分を描きたいと思います。ダークフタローブルー852番でこのテントの手前側に波打ち際を描いて手前の方を塗ってしまいます。若干手前の方が色が濃くなるように塗っておきます。そしたら水筆で溶かします。波打ち際のところから水をつけて横向きに溶かしていきます。こんな感じに溶かせたらドライヤーで乾かします。乾いたらこの波打ち際の線の部分がちょっとくっきりしすぎているので消しゴムで軽く色を取りたいと思います。こんな感じに少し薄くしておきましょう。手前の岩を塗ります。コールドグレー2832番で岩の部分を塗ってしまいます。で筆に水をつけてこの部分を溶かしておきます。上の植物の部分に色を入れていきます。モスグリーン868番で木の部分にくるくると小さな円を描くようにして色を塗ります。この緑の部分にサップグリーン867番で影を入れます。でこの岩に近い方にくるくるくるっと先ほどと同じように円を描くようにしてところどころ影を入れましょう。そうしたら筆に水をつけて少しタオルで水を拭き取ります。でこの筆を立てて上からちょっとトントントンと叩くようにしてまだらに溶かしていきます。水がついているところとついてないところがあって大丈夫なのできっちりやるよりも雑にやっていただいた方がうまくいくと思います。こんな感じで白っぽいところが残ってても大丈夫です。でこの岩の下の方にも植物があるのでそこも同じようにモスグリーン868番とサップグリーン867番で塗りましょう。で同じように筆で溶かしていきます。岩に書き込みをしていきましょう。ダークセピア875番でこの左側の岩からいきたいと思います。影の部分はより暗くなるようにしてでこの明るい部分にも少しところどころ暗い色を入れてちょっとゴツゴツした岩の感じを出したいと思います。でちょっとブルーバイオレット873番を少し薄く重ねたいと思います。影のところにだけ最初入れたのでちょっと色が浮いているので全体に軽くかけてちょっと色をなじませます。コールドグレー2832番も重ねて色をなじませていきます。この真ん中の部分を明るくしたいのでこの両側は少し暗めにしたいと思います。ダークセピア875番も使ってちょっと暗いところをもうちょっと暗くしていきます。これくらいにかけたらこちらの右側の崖も影を入れていきます。ダークセピア875番で影の部分を少し暗くして
で、明るいところにもちょっとデコボコした感じを出していきましょう。これくらいにかけたら、この真ん中の掛けの部分にも影を入れていきます。ゴールドウォーカー883番で影を入れていきましょう。横向きに地層が積み重なっている感じにしたいので、横に線を入れる感じで影を入れていきます。これくらいに塗れたら、コールドグレー2832番で太陽がこちら側から差しているので、この辺りをちょっと暗くしたいと思います。で、こちら側にもちょっと出っ張っている部分を作りたいので、影のところにグレーを塗りましょう。バーントウォーカー887番でさらに影の部分を濃くしていきます。で、ちょっと暗い部分に細かく書き込みをするつもりで書き足しをしましょう。バンダイキブラウン876番で暗い部分をさらに暗くしていきます。ダークセピア875番でこの一番暗い部分をさらに暗くしていきます。この下の方ですね。この扉の部分に色を塗りましょう。ブラウンウォーカー882番で扉の部分に色をのせて、コールドグレー2832番でこの扉の横の壁の部分ですね、この部分に色を塗ります。上半分にちょっと影を入れます。で、窓の中の部分も影を入れておきましょう。テントの部分にもブラウンウォーカー882番を塗ります。テントと家の部分に軽く水をつけます。テントの入り口にダークセピア875番を塗ります。入り口を暗くしておきましょう。ブルーバイオレット837番をこの傘の部分に塗ります。で、ちょっと色を暗くしたいのでダークセピア875番も重ねます。で、右側がちょっと影になるように右側を少し濃くしておきます。バンダイキブラウン876番でこの棒の部分を描いて、で、椅子の足も描いておきましょう。あとはテーブルと上に乗っかっているラジオも描いて、ライトブルー847番で軽く色をつけておきます。で、奥の方の荷物なんかもバーントウォーカー887番で軽く塗って、で、この辺りに影を入れます。コールドグレー832番で椅子と傘の影を描きましょう。で、手前の岩に色をつけます。ダークセピア875番で影を塗っていきます。ちょっとゴツゴツした感じが出るように明るいところと暗いところをメリハリをつけて塗りましょう。ライトコバルトブルー844番でこの岩の影を描きます。
この下の部分にちょっと色を入れて影を描いておきましょう。で、水の中にも少し岩がある感じを描いていきたいと思います。ダークフタローブルー852番でちょっと小さな影を描く感じにして岩がちょっとある感じにしておきます。で、日差しがこちらから差しているので、この辺りに影を入れたいと思います。コールドグレー2832番でこの砂浜の部分に影を入れていきます。この辺りからぐるーっと円形になるように丸く影を入れましょう。こんな感じですね。で、そのまま海の方へ来てこんな感じに影を描いておきます。で、海の部分にはダークフタローブルー852番をもうちょっと重ねてこの部分を濃くしておきましょう。上の植物にももう少し書き込みをしたいと思います。モスグリーン868番で小さな円を描くようにしてちょっと色が足りないところに少し色を足しましょう。あとはこの岩との境目は少しくっきりするようにちょっとこの辺に書き忘れてたのでこの辺りにも書き足しておきます。最後に白ペンを使って波打ち際を描いていきます。軽く縁取るようにしてこんな感じで入れてちょっとところどころに水面が光っている感じに入れておきましょう。こんな感じで完成です。いかがだったでしょうか。今回の動画が楽しかったよという方はぜひチャンネル登録、高評価、あとは書いてみたコメントなどもお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。